生産効率性を上げ、限られた時間内でも成果を上げたい。でも、具体的にどう考えればいいのかわからない。事務所や工場などの職場でこのような悩みはありませんか？この動画では参考になる考え方を解説します。前回の動画では仕事の効率化シリーズ第2弾として、付加価値作業と非付加価値作業についてお話しさせていただきました。この動画では重要度、緊急度マトリクスについてお話しします。早速ですが、重要度、緊急度マトリクスを示します。このように横軸を重要度として重要度が高いか低いか、縦軸を緊急度として緊急度が高いか低いかで表します。例えば図の左上の領域 ① は重要度が高く緊急度も高い。左下の領域 ② は重要度が高く緊急度が低い。右上の領域 ③ は重要度が低く緊急度が高い。右下の領域 ④ は重要度が低く緊急度も低いといった形になります。このようなマトリクスを用い、ご自身の手持ちの業務を4つの領域に分けていきます。領域 ① は重要かつ緊急な業務です。真っ先に取り組むべき業務で、このようなマトリクスを使わずとも意識しなくてもすでに取り組んでいるような業務であることが多いでしょう。領域 ② は重要かつ非緊急な業務です。重要性は認識しており取り組んでいきたいが、なかなか取り組めていないことも多いような業務です。領域 ③ は重要度が低いが緊急な業務です。緊急度が高く切羽詰まっているため、良くも悪くも取り組んでしまいがちな業務です。領域 ④ は重要度も緊急度も低い業務です。特に注意が不要な業務であり、できることであれば排除していきたいような業務です。重要なことは、ついつい後回しにしがちな領域 ② にいかに取り組むかといったことになります。重要度、緊急度マトリクスは、この領域 ② を改めて認識するために使うものであると言っても過言ではありません。私たちはつい重要度が低かったとしても緊急性が高い業務に注力しがちです。例え話として、村に水が必要になった時に、とりあえずバケツを持って川まで行き、水を運んでくるといったことが領域 ③。将来的なことも考えて、土を掘って水路を作り、水道のシステムを作るといったことが領域 ② となります。別の例え話として、モグラ叩きをする際に出てきたモグラを手当たり次第叩いていくようなことが領域 ③。モグラの数自体を減らすような取り組みが領域 ② となります。どちらも大事であることには変わりないが、私たちはついつい中長期的な目線を忘れがちになってしまいます。そこで改めて領域 ② の業務に注目することが大事になってきます。理想的な形としましては、領域 ③ は部下に任したり、仕組みを作って効率化したりして自分の手元から離し、一方、領域 ④ は業務自体をなくし、それらの取り組みによって空いた時間で領域 ② の業務に取り組むといったことが考えられます。具体的に見ていきましょう。例えば生産計画と業務改善について、このように業務を4つの領域に分けたとします。領域 ① には納期が迫っている特急案件の対応。領域 ② には 5S 活動などの生産性向上のための改善活動や新規設備導入の検討。領域 ③ には急な仕様変更の対応や突発的な会議。領域 ④ には不要な帳票の作成や形骸化した会議となっています。先ほどの考えに当てはめて考えてみると、領域 ③ の急な納期変更の対応や突発的な会議については、
何かしら仕組みを作って効率化することを考えていく。領域 ④ の不要な帳票百性や形骸化した会議はなくしていく。領域 ② の生産性向上のための改善活動や新規設備導入の検討については、計画的に取り組み、長期的な業務効率化を目指していくといったようになります。2つ目の事例として、不良対策と品質管理について考えてみます。領域 ① には、クレーム対応や重大な不良の緊急対応。領域 ② には、不良低減のための根本原因の分析や標準作業の見直し。領域 ③ には、軽微な不良の都度対応や形式的な報告義務。領域 ④ には、必要以上のデータ収集や形骸化した会議となっています。この事例でも、領域 ③ の軽微な不良の都度対応や形式的な報告義務は、何かしら仕組みを作って効率化を目指し、領域 ④ の必要以上のデータ収集や形骸化した会議はなくしていき、領域 ② の不良低減のための根本原因分析や標準作業の見直しについては、計画的に取り組み、不良を未然に防げるような体制づくりを整えていくことが考えられます。3つ目の事例として、設備のメンテナンスについて考えてみます。領域 ① には、突然の設備故障への対応や重大な不良の緊急対応。領域 ② には、定期メンテナンスや予防保全の計画。領域 ③ には、突発的な軽微な修理やオペレーターからの小さな調整依頼。領域 �4 には、無駄な点検や必要以上の過剰なメンテナンスとなっています。この事例でも、領域 ③ の突発的な軽微な修理やオペレーターからの小さな調整依頼は、何かしら仕組みを作って効率化を目指し、領域 �4 の無駄な点検や必要以上の過剰なメンテナンスはなくしていき、領域 ② の定期メンテナンスや予防保全の計画については、計画的に取り組み、設備の緊急トラブルを防止できるような体制づくりを整えていくことが考えられます。最後の事例として、新規の営業開拓について考えてみます。ここでは、従来、リアルの場での商談会や既存客からの紹介で顧客を広げてきた製造業の A 社を考えてみます。この A 社は、最近は新規先が増えずに苦労しています。営業部の業務として、ここでは次のような業務をピックアップしていきます。新規見積もりの対応。納期調整、不良品対応の窓口、新規開発案件の発掘考案、納品、部材の引き取り、顧客から求められた情報の提供といったものを挙げています。営業部員の P さんは早速、重要度緊急度マトリクスを用いて業務を整理してみることにしました。P さんが最初に作成したマトリクスはこのようになりました。重要かつ緊急の領域には新規見積もり対応。重要かつ非緊急の領域には新規開発案件の発掘考案。非重要かつ緊急の領域には顧客から求められた情報の提供。不良品対応の窓口業務。納期調整。納品部材の引き取り。最後の非重要かつ非緊急の領域は特になしとなりました。このマトリックスを上司の Q さんに見てもらったところ、不良も納期の対応もすごく大事だし、部材がないと生産できない。顧客の要望にも素早く応えるべき。顧客の信頼が何より大事。とのフィードバックがありました。そこで P さんは再度マトリックスを作り直しました。2回目に作成したマトリックスはこのようになりました。結局全部のことが重要となったと嘆く P さん。重要度の優先順位をつけるためにこのマトリックスを用いたのに、優先度が一緒になってしまっては元も子もありません。
今回挙げた各業務で仕組み化、システム化ができる余地はないでしょうか。また、場合によっては、外注化や社内の他の部に業務を分担することなどは考えられないでしょうか。他部署のこと、会社全体のことなどになると、なかなか部下の人の立場では動かすことができません。仕組み化や外注化などについて必要に応じて上司に相談し、費用対効果を見定めながら適宜実行していくのがいいでしょう。ここで話は少しずれますが、上司の大切な役割として課題設定能力といったものがあります。課題解決、問題解決能力といった言葉は比較的よく聞くかもしれませんが、そもそもどんな課題、問題を解くべきなのかを見定める能力が、ここでいう課題設定能力です。今回説明している重要度研究度マトリックスに関して言えば、緊急ではないが重要で、長期的に見れば会社の底力につながるような根本的な施策を取り扱う領域 ② に当てはまるような課題をいかに設定し、部下に対しても目標づけできるのかというのが上司の方の腕の見せ所となります。逆に言うと、領域 ①、つまり重要でかつ緊急な業務というのは、やらなければならないことは誰でもわかるので、わざわざ上司が考えるまでもなかったりします。領域 ① のことだけでなく、いかに領域 ② のことも考えられるのかが大事です。さて、話を戻しますと、P さんが2回目に作成したマトリックスはこのようでした。再度上司に見てもらい、上司と一緒に作成したマトリックスはこのようになったとします。ここでは、納品や部材の引き取り、および納期調整といった業務は、資材課に役割を分担してもらうことが示されています。これが実現できると、営業部として本来の営業業務により注力しやすくなることができるでしょう。また、A 社は今まで商談会や紹介などのリアルの場のみで新規先を開拓してきましたが、逆に言うとインターネットを使った集客は行っていなかったということです。今回のマトリックスでは、重要かつ非緊急の領域に Web 営業の推進という項目が新規に追加されています。ここでは A 社はこれから新たに Web 営業に注力していこうとしているチャレンジ精神が感じられます。今まで実施していなかった Web での集客という目標を独自の目線で設定したということができます。このように最初は一人で考えていて堂々巡りのようになってしまったとしても、上司や同僚など周りの人に相談することでより良いマトリックスが作成できる可能性があります。同じ業務であっても会社によって重要度や緊急度は異なります。それは各会社ごとに置かれている環境が違ったり、ビジネスモデルが異なったりするためです。皆さんの会社、皆さんが所属している部署、皆さん自身が個人的に抱えている業務、それぞれについて一度この重要度、緊急度マトリックスを作ってみると面白いかもしれません。この動画を気に入った方はチャンネル登録をよろしくお願いします。今後も製造業に関する役立つ情報を発信していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。